こんにちは。私の名前は樋口です。本コースの教授です。それでは今から人間生活デザインコースの説明を行います。人間生活デザインコースの目標は、生活のあり方を俯瞰的に捉え、構想し、人間の生理的、形態的、行動的、心理的特性、また人間の感性を踏まえ、安全安心で魅力的な生活のあり方を創造する能力を養成することです。大きく3つの系統で構成されており、科学系統では人間工学、生理人類学、感性行動科学があり、工学系統では創造理工学、機能工学があります。また、設計制作及び文化社会系統としてライフスケープデザインがあります。アドミッションポリシーです。人間生活デザインコースでは、生活者としての人間に興味を持ち、その特性を生理的、形態的、行動的、心理的に明らかにするための基盤を有する方、人間の生活を安全安心で魅力的なものにするための理工学的な知識を有する方、人間の感性や創造性に興味を持ち、そのプロセスの可視化やデザイン応用に興味を有する方、生活者としての人間の特性と最新の科学技術をもとに様々な社会課題の解決や価値創造に意欲を有する方を求めています。続いて入試科目です。それぞれ系統ごとに生活人間科学、創造理工学、ライフスケープデザインとなっています。具体的な出題分野はここに書かれている通りです。入試はこの中の一つの科目を受験します。詳しい内容は募集要項や関連する入試情報を参考にしてください。次に、それぞれの系統の中の専門分野について説明をしていきます。科学系統の人間工学では、人間と物、機械と環境との関係を科学的に追求し、設計に応用する学問です。左の写真は3次元動作解析システムを用いて、歩行中の動作特徴を測定している様子です。歩行速度、身体関節角度、重心移動など指標が得られます。右は釣り手の開発一環としてバスの実証実験の写真です。バス走行環境下で数種類の釣り手を使用し、身体負担への影響を測定しました。次に生理人類学分野です。ここでは人間の環境に対する適応状態とその多様性、快適性、生産性、およびそれらに対する生活履歴と人の生物学的背景が及ぼす影響を環境生理学的手法を用いて人類学的な視点から探求します。左の写真は高温高湿環境下での運動時の生理応答を測定している様子で、熱中症予防のための指標作りに役立てられます。右は現生人類の拡散のルート図です。その過程で人類は高地や寒冷、暑熱環境に柔軟に適応してきました。その適応の実態、多様性を探るために、世界各地でフィールド調査を行っています。次は感性行動科学です。ここでは人間の感情や共感性などの感性及び生活の中の行動特性を脳科学及び生理心理学的な手法を用いて探求します。左は脳波を測定している様子です。防音電波シールド室内で課題中の脳波を測定しています。右は光の波長が気分や睡眠、体内時計に及ぼす影響を調べているところです。このように人の感性や行動を定量的に評価することで研究をしています。次に工学系統の創造理工学分野です。ここでは創造の主体、客体、場、過程に関わる人的特性の補足、モデル化し、人的特性に立脚したウェルビーイングな生活の実現に向けたデザイン方法論を開発します。物の特性やメカニズムを知ることが物の設計に役立つと同様、人や集団の特性やメカニズムを知ることは人の感性や行動、集団や社会のウェルビーイングを導くデザインに役立ちます。本分野ではデザイン現場で経験的に扱われている実践値、身体値の正体を探求し、
そのモデル化や方法論化により、広く実践に還元するデザイン実践と理論の橋渡しに貢献します。次は機能工学分野です。工学的専門知識を基盤とし、機能、性能、安全を追求したもの、サービス、システム、生活環境を創造します。左の写真は赤ちゃんの観察から気づきを得て生み出された育児支援のための陽動電動ベッドです。右はテントウムシの羽の折りたたみメカニズム解明の様子を示したものです。人工衛星用のアンテナや傘など、形状変化構造を持つ製品の先進的デザインへの応用が期待されています。ここでは、工学的専門知識を基盤にして研究成果を社会に実装していきます。次に、ライフスケープデザインのパブリック・プロダクト分野です。ここでは生活者の視点を重視し、生活を構成する身の回りのもの、空間、情報と生活者とあるべき関係を探求し、具体的な形を表現できるよう、概念構築、再構築、再定義の考え方、具体化のためのアイデア展開力や表現力について学びます。左下の写真は、乗車マナーアップのために必要な要素を検討してできた地下鉄広告です。その上の写真は神社について深く知ってもらうことを目的にデザインした照明付き区碑です。右は企業のデザイナーやエンジニアと共同プロジェクト型事業で IoT 技術を用いてこの世界をより豊かに感じることができるプロダクトと仕組みをデザインしています。最後はライフスケープデザインのコミュニケーション分野です。ここでは生活者の周りのさまざまなメディア表現を俯瞰し、豊かなコミュニケーションデザインとは何かを探求します。主に広告、文化プロジェクト、映画、動画、アート作品、ミュージアム、サブカルチャーなど文化事象を対象とし、クリエイティブな着想のもと、新たなコミュニケーション表現を企画実践します。写真にあるように、横浜にオープンしたガンダムファクトリー横浜の企画、コンセプト、広報デザインや、現在も続く文化庁の文化力プロジェクトなど、実践を通して豊かなコミュニケーション表現のあり方を考えます。次に、修了生の想定される進路です。人間生活デザインの深い理解と専門的な知識に基づいて、幅広い分野で活躍する人材を輩出します。専門に応じたさまざまな職種と業種に展開されることが想定されます。また、大学院博士後期課程に進学して、大学や公的機関の研究者を目指す者もいます。職種、業種はここに書かれている通りです。また、具体的に想定される企業名も挙げています。これよりコースを担当する教員を紹介します。12名の教員がいます。それぞれの専門分野、担当授業、研究のキーワード、想定される修士研究とメッセージを記載しています。まず最初は人間工学分野の村木聡先生です。同じく人間工学分野のローピン・ヤップ先生です。続いて生理人類学分野の前田隆文先生です。次に同じく生理人類学分野の西村隆之先生です。次は今現在話をしている、名前は樋口と言います。感性行動科学分野です。同じく感性行動科学分野の本村祐樹先生です。続いて創造理工学分野の沢井健一先生です。同じく創造理工学分野の松前茜先生です。続いて機能工学分野の藤井智明先生です。続いてライフスケープデザイン分野の曽我部遥先生です。同じくライフスケープデザイン分野の秋田直重先生です。
同じくライフスケープデザイン分野の斉藤俊文先生です。本コースの紹介は以上となります。最後になりましたが、本コースに興味のある方は、ぜひ気軽にご相談ください。ご清聴ありがとうございました。